私の名前はハルコ。現在30代半ばで主婦をしている。私のこれまでの人生を振り返ると順風満帆だった。小学校までは地元の公立学校に通い、中学受験をして中高一貫校へ入学。エスカレーター式で高校まで行き、高校生活も特に変わったことはなく、受験戦争を乗り越え有名私立大学へ。名の知れた大学ということもあり、就活も思ったより単調なものだった。あっという間に大手企業への就職が決まり、22歳で大学を卒業して社会人に。ここに来るまで私は特に困ったこともなく順調な人生を歩んでいた。ただ一つ恋愛をしたことがないということを除いて。というのも中学受験をしたあたりから私はほとんど学校と塾の往復ばかりでまともに友達と遊んでいない。親が禁止していたとかでなく自分がやりたくてやっていたこと。数ヶ月に1回くらいは友達と一日中遊んでいたこともあるし、高校時代はアルバイトもして他校の人とも積極的に交流していた。しかしそんな私が一度も恋愛してこなかったのは中学から大学まで異性と接する機会がほぼなかったから。実は学校が女子校だったため、関わる異性はおじいちゃん先生くらい。塾も個別の教室を選び、講師も女性。高校時代にしていたアルバイトもアクセサリーショップだったため、従業員は女性のみ。たまに男性客が来ることもあったが、当然彼女などへの贈り物を選びに来た人ばかりで、個人的な関係に発展することはまずなかった。そのため22歳の社会人になり、学歴や就職先は文句なしだとしても、恋愛に関することは全くの初心者だ。あまり人に言うと嫌味のように聞こえるため、普段は学歴のことなどを自ら話すことはない。もちろん聞かれたら答えるが、波風立たないように慎重な言葉選びを心がける。すると大抵は自分より学歴が上の女に対して劣等感を抱いて離れていくか、逆に嫌味を言われるかのどちらか。正直、女で高学歴というのが恋愛に関してここまでお荷物になるとは思ってもみなかった。そして気がつけば30歳を迎えた私。周りの子たちはどんどん結婚していって、今月と先月で結婚式への招待は4回。仕事はコンサルタントをしていて、今は主任という立場。だから収入は同年代の女性よりも稼いでいるため、出費に関してきついとは思わないが、だからこそ虚しく思う時もある。何度でも言うが、私は本当に悩んでいて、このまま仕事だけの人生で終わってしまうのかと頭を抱えていた。ないものねだり、高望みと言われてしまったらそれまで。それでも私だって一人の人間、そして女だ。いつかは結婚して純白のウェディングドレスに身を包み、子供も産んで幸せな家庭を築きたい。そう思っていた時、ついに転機が訪れた。一緒に飲んでいいっすか？そう話しかけてきたのが私の夫であるレン。最近の私の趣味は一人でお酒を飲むこと。そんな時、一人だからとナンパのように声をかけてきたのだ。正直警戒していたため、最初は相手をせずに終了。しかし、私がここの常連だと知ってから、彼は毎週末私にアタックをしては砕けるを繰り返していた。それを見ていると、もしかしたら遊びじゃなくて、本気で私と仲良くなろうとしているのかもしれない。そう思い、私は徐々に心を開いていった。へえ、レン君ってバンドマンしてるんだ。彼と出会ってから2ヶ月後、今は連絡先を交換して一緒に飲みに行く仲に。二人ではなく、彼の知人数人も一緒になって、毎週末はよくみんなで飲みに出かけていた。そんな時に知ったのが彼の今の仕事。どうも学生時代から組んでいるバンドで
メジャーデビューを目指しているそうだ。まだまだ売れるかどうかもわからねえけど、俺は夢を諦めるつもりはない。春子なら応援してくれるよな。太陽のような笑顔を浮かべ、白い歯を出して笑う彼。その瞬間、私は恋に落ちた。自分でもわかるくらい単純だと思ったが、これまで勉強一筋だった私にとって、こんなにも優しく接してくれる異性は新鮮だったのだ。また、惚れたポイントはもう一つある。それが、売れないバンドマンというところ。普通なら定職についている安定した男性を相手に選ぶ人が多いが、私には彼のその自由さと大胆さ、そして夢に向かう姿勢に感激した。自分なら敷かれたレールから絶対に道を踏み外さない。そして少しでも危ないと思ったら、その道には踏み込まない。これを徹底してきたからこそ、自分ではできないことを成し遂げようとしている彼を素直に応援したくなった。それに自分は上場企業に就職していて稼いでいるという背景もあり、後に告白してきた彼の気持ちを受け入れた。そして私たちは付き合ってから1年ほどで結婚。出会ってからだと1年半だった。彼はお金を持っていないため、結婚式にかかる費用は全額私持ち。それでも憧れのウェディングドレスを着て、愛する人とバージンロードを歩いたのはいい思い出になった。親は彼との結婚を反対して、結婚式には来てくれなかったことが唯一の心残りだったが。しかし、これは地獄への第一歩に過ぎず、私の人生はジェットコースターのように急降下していくことになる。そして自分の考えの甘さと、親が反対していた理由を身をもって経験することになってしまったのだ。春子、飯まだ？夫は私と結婚してから、それまでしていた居酒屋のアルバイトを辞めた。私がいれば何もしなくても月に40万近くお金が入るからだ。私一人なら40万は十分すぎても、大人二人となるとそうはいかない。というのも、夫にかかるお金が多すぎるからだ。ごめん、残業で今帰ったところ。それとレン君、今月お金使いすぎ。一体何に使ったの？そう聞くと、あからさまに不機嫌になる夫。それでもしつこく問い詰めると、楽器を買ったとか、美容室に行ったとか。夫はビジュアル系バンドマンなので、お金がかかることは仕方ないと思う。それでも月に4回も美容室に行ったり、ちょっとしたことで楽器を買い替えられたりすると、正直お金の減りが異常に早くて困っていたのだ。なんでそんな細かいこと言うの？春子、俺のこと応援してくれるって言ったじゃん。ファンのためにも身なりには気を使わないといけないし、メジャーデビュー目指してんのに安っぽい楽器だとダメだろ？それっぽい理由を並べて言い訳をしているが、正直納得はできなかった。結婚前に自分に関するお金は自分で稼ぐと言っていたのはどうなったのだろう。アルバイトもしていなければ当然貯金もない夫が金銭的に頼れるのは私だけ。この辺から自分はもしかしてただの ATM としか見られていないのではと疑問を抱くようになっていた。それからさらに半年が経過。夫はライブへの出演も減り、最近はずっと家でゴロゴロするようになっていた。私は確かに月に40万稼いでいるとしても、裕福とは言い切れない。やはり相変わらず夫の出費が多すぎるから。ねえ、この間のライブ、ノルマ達成できなかったんだよね。その分うちがチケット買い取ったけど、その前もじゃなかった？他のメンバーの人にもちゃんと話して、みんなで負担しようよ。私がそう言っても、聞く耳を持ってくれないぐうたら夫。しまいにはメンバーに、私がめちゃくちゃ稼いでいるから、売れ残りの分は自分が買い取ると言ったそうだ。まったく、お金を出しているのは私だというのに、なぜそんな勝手なことを決めてしまうのだろう。
そうぼそっとつぶやくと、俺がスターになったら、お前は一気にスターの嫁に昇格だぞ。そうしたら、たかが数十万程度でぐちぐち言うこともなくなるし、それまではもう少し辛抱しろよな。と言われて、私は何も言い返せなかった。いつかはそうなってほしいと、心のどこかではそう思って今も生活をしている。ダメだと分かっていても、一度突っ込んでしまった沼から足を抜き取るのはそうたやすいものではなかった。だが、ある日、私はその沼から夫自らの手によって引き上げられることに。今、なんて言ったの？あ？だから、お前もういらねえし、離婚してよ。そう言って渡されたのは離婚届。夫の欄はすでに記入済みだった。遡ること数時間前、私は夫にあることを伝えていたのだ。それは今の会社を辞めること。22歳から入社してもう10年以上経っているし、そろそろ頃合いだと思っていたのだ。だから退職の日付を伝え、しばらくは家でゆっくりすると夫に伝えたところ、急に家から出て行ってしまった。そして帰ってきたかと思えば、甘ったるいバニラの香水の匂いを振りまきながら、離婚届を突きつけ今に至る。どう考えても女の影が見えるし、香水の匂いをそのままにしているのもわざとだろう。お前なんて捨てても他に女がいるというメッセージに違いない。本当に離婚しても後悔しないのね。私がそう聞くと、夫は見下した笑みを浮かべながら言った。上場企業クビになったんだろう？まさか春子がそんな無能だとは思ってなかったわ。他にも俺に貢いでくれる女はたくさんいるし、お前なんて使い捨てに過ぎねえよ。そう言われた瞬間、とうとう堪忍袋の尾が切れた私は、そこら辺にあった適当なボールペンで殴り書きをして、夫に離婚届を渡す。こっちだって、あんたみたいな紐男は金輪際関わりたくもないわよ。ここは私の家だし、出て行って。どうせその香水の女が家でもお金でも提供してくれるんでしょ？自分のものは明日中には全部持ち出してよね。私が怒りに身を任せてそんなことを言うと、夫はチッと舌打ちをして何も言わずに出て行った。翌日、私が用事から帰ると家の中はすっからかん。まさか冷蔵庫や電子レンジなど家電まで持っていかれるとは思わなかった。思わず私は涙をこぼし、おえつする声が漏れる。それと同時に吐き気がして、トイレで思いっきり吐いた。すると、想像以上にすっきりする。きっと、あのクズ紐男に対する気持ちも、すべて吐き出せたのだと思い、変に納得してしまった。それからおよそ1年後、何事もないまま月日が経過した。いや、正確に言うと、私自身には大きな変化があったのだが、それをあえて自慢したり、ひけらかしたりする必要はない。私一人の努力でここまで来たわけではないから。と言っても、生活自体はほぼ変わらず、引っ越してオートロックのあるマンションで新生活をスタートさせたくらいの変化。そして最近できた激安スーパーでいつものように夕飯の買い出しをしていると、もう二度と顔も見たくなかった人物と再会してしまったのだ。あれ？お前もしかして春子？久しぶりだな。元気にしてた？若干老けた気がするけど。相変わらず嫌味なことを言う性格は変わっていないようだ。どちら様ですか？関わりたくなかった私は、すっとぼけた顔と小姉でそう言った。すると元夫は、自分から捨てた元妻である私の肩を抱き寄せ、にまにまと笑いながらこう言う。ケントから聞いたぜ。お前、月収7万なんだって？ケントとは、夫と出会った時に一緒に飲み歩いていたグループのうちの一人だ。バンドのメンバーではなく、会社員として働いている
ごくごく普通の人で、元夫とは高校時代からの付き合いだそう。ああ、そうですか。話すこともないので、さようなら。しかし私は元夫の言葉に何かコメントすることもなく、元夫の手を振り払って野菜コーナーへ移動。しかし元夫はくっつき虫のようにして私の後を追い、私が無視をしていてもお構いなしに話しかけてきた。今までは月収40万くらいあったのに、転落するのはあっという間だな。俺は今でも貢いでくれる女がいっぱいいるから、働かずして生きてられるんだぜ。それは果たして自慢できる内容なのだろうか。人の、それも好意を寄せてくれている女性のお金にたかり、さも当然のように自分が中心という発言を繰り返す元夫。どうしてこんな男を好きになったのかと、私は過去の自分が理解できず、過去に戻れるなら当時の自分を一発殴ってやりたいとも思った。それくらい元夫と過ごした時間は黒歴史になり下がっていたのだ。邪魔なのでどっか行ってくれません？私たち他人ですよね。あまりにも視界の端をチラチラする元夫をうざったく思った私は冷たくそう言い放った。しかし全く動じない元夫は、釣れないなあ。元は俺たち夫婦だろ？ちょっとしたいざこざで離婚しただけで円満離婚だと思ってるんだけどな。全くおめでたい頭だ。何をどう解釈したらあれが円満離婚になるのだろう。どんどん元夫への嫌悪感が増すばかりで、イライラがピークを迎えそうな私。しかし、そんな私の心境なんて関係なしの元夫は、お前、可愛げもないし、再婚もできてねえだろ。ああ、これだから、高学歴しか取り柄のない地味な女は、人生積んでるんだよな。しかもこんな激安スーパーに来るとか、貧乏人じゃん。と、火に油を注ぐ発言をする。もう限界だった。何を勘違いなさってるのかわかりませんが、すべて間違いなので訂正しておきます。私の今の稼ぎは、時給換算すれば7万で、あなたとは円満離婚ではありません。それと、人生も積んでません。あなたよりよっぽどいい人生を送ってる自信があります。眉一つ動かさず、淡々とそう述べる私。すると、元夫は、時給換算7万という部分に気づいたようで。聞いた話と違うけど、ケンと春子は今7万くらい稼いでるって。それが時給なのか、月給なのか、年収なのか。何が7万なのかもわからないのに、勝手に決めつけて謎のマウントを取るあたりは、やはりこの男の本質を表しているのだなぁと思って呆れた。私、クビになったんじゃなくて、退職して起業したんです。今は代表取締役社長をしていますが、ここまで来るのに、たくさんの人と支え合って会社を設立することができました。収入源はそこだけでなく、ブログや案件動画など様々で、何を勘違いなさっているのでしょうか。あくまでも私は元夫のことを他人として扱う。一方で元夫は自分の想像とは明らかに違う方向へ話が転がっているからか、動揺で目を白黒させているばかりだった。しかも口をパクパクさせて何かを言いたげだが言葉は発しない。まるで金魚のようだった。激安スーパーにいたから貧乏？そう思ってるなんて、なんておめでたい頭なんでしょうか。稼いでも節約できるところは節約したい派ですし、このスーパーの商品はどれも質がいいから通っちゃいますよ。世の中の奥様方はみんなやりくり上手なのにひどい言いようでしたよね。私がわざとらしく少し声を大きくして言うと、元夫はあたふたし始めた。周りの人の視線がぐさぐさと突き刺さっているからだろう。すると、元夫の今の彼女らしき若くて綺麗な女性がこちらにやってきた。
あの時、元夫が離婚届と同時に持ち帰ったバニラの香りがふわっと漂う。何の騒ぎ？レン君、この人誰？その女性の言葉で、やっと我に返った元夫は、知らねえ。行くぞ。と、彼女の手を強引に引きながらスーパーから出て行った。まったく人騒がせな人だ。もう二度と関わりたくないから、この時間に来るのはやめようと思っていたのだが、数日後、元夫ととんでもないところで再会する羽目に。それは私が住んでいるマンションのエントランスだ。春子、こんないいマンションに住んでるんだな。すげえよ。俺、あの女のことは捨ててくるから、俺と再婚してくれ。お前さ、まだ俺のこと好きだろ？な。若干半泣きになりながら再婚してくれと懇願してくる元夫。どうやってここを特定したのかは知らないが、とにかく気持ち悪かった。嫌です。気持ち悪いので離れてください。警察呼びますよ。そう言うと、警察という単語に反応して一瞬の隙ができる元夫。私は何とか元夫から離れて警備員に事情を話し、元夫をつまみ出してもらった。きっともう来ることはないだろう。そう思っていたのに、元夫はとんでもない行動に出たのだ。なんとストーカー行為。私が朝出る時間や帰りの時間まで把握し、数週間もの間、四六時中付きまとうように。しまいには会社に乗り込んできて、業務にも支障が出始めたため、行動に移した。また来たわね。でも残念。今日は警察の人にも来てもらってます。いつものようにマンションの前で待ち伏せしていた元夫。しかし、あらかじめ相談していて、今日ついてきてくれた警察の方が、元夫を取り押さえた。俺は春子の元旦那だぞ。おい、話せ。大暴れして、警察の制止を振り切ってまで私に近づこうとする元夫。結果、公務執行妨害で現行犯逮捕された。その後、釈放された元夫に対して、私は民事で訴えて慰謝料請求をすることに。離婚当時はもうどうでもいい、関わりたくないという気持ちが大きすぎて、請求をせずにいたのだ。ついでに私の家電なども勝手に持って行ったので、そのことも含めて数百万の支払いを命じることに。しかも浮気相手の女性は元夫が既婚ということも知らなかったそうで、私から話をしたとき、ひどく動揺して過呼吸を起こしていたほど。そして元夫のことは振って家からも追い出したと聞いた。その後元夫は慰謝料の返済のためにやっと社会に出て働き始めたらしい。バンドも実は私と離婚したあたりで解散していたと聞いた。今は慣れない建築関係の仕事をしているそうなのだが、仕事もできなければ社会的なマナーもなっていない元夫は日々怒られるばかり。この年まで何もしてこなかったことが今になって自分の首を絞めることになり、さぞ辛いだろう。しかし自業自得なので、せいぜい苦しみながら自分の過ちを償ってほしいと思った。ちなみにこの話は何度か名前が挙がったケントから聞いたのだ。というのも私とケントは現在恋人同士で順調に愛を育んでいる。離婚当時唯一相談できたのがケントだった。言葉では言い表せないが、目に見えない安心感があったというか、とにかく私にとって本音を話せる相手だったのは確か。そして元夫ストーカー事件から数年後、30代後半になった私たちは結婚。子供のことは諦めていたが、なんと結婚して3ヶ月で妊娠。今のところ子供は順調に成長し、来年には出産予定。我が子を授かった時は、やっとのことで掴んだこの普通の幸せを噛み締めながら生きていこうと思った瞬間だった。